こんにちは、ジパング55のタカです。今私はエジプトにあるカイロ空港に来ております。これからエジプト航空でルクソールに向かいます。観光地として有名な王家の谷やカルナック神殿があるエリアです。今回はエジプト航空でルクソールに向かう様子、エジプトのチップや売店参考価格、古代エジプトの歴史、ルクソールの観光スポット、おすすめレストラン、宿泊したホテル、ルクソール空港とエジプト航空のビジネスクラスをご紹介します。今回の動画で古代エジプトの歴史をざっくりご説明します。流れが分かっているとより遺跡を楽しめると思うので、よかったら確認してみてください。動画が長いので概要欄から必要な場所まで飛ばしてご視聴いただけたらと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。ルクソールまでは飛行機で移動します。カイロからルクソールまでは飛行機で1時間程度です。今回ドバイからの飛行機が第2ターミナルに到着しました。ルクソール行きの国内線は第3ターミナルから出発します。空港のターミナルは歩いて移動ができました。タクシーの客引きはかなり多いので基本的には無視しておきましょう。特に1人から2人だと狙われやすいので気をつけてください。今回トランジットの時間が3時間ほどあったので空港で待機したいと思います。第3ターミナルはチェックインカウンターの手前に手荷物検査場があるため一度入ると外には出れません。最初は近くのショッピングモールに行こうかと思いましたが時間が読めないのでやめました。空港内には軽食のカフェ程度しかなく待機するには少し物足りないかもしれませんね。空港内の値段は結構高く水が1本600円ぐらいしたので購入するのはあまりおすすめしません。駐機場にいる飛行機の数はそんなに多くなかったですね。空港内ではチケットをかなり確認されました。手荷物検査場、チェックインカウンター、搭乗口、飛行機に乗る直前などに確認されるのでチケットはすぐ出せる場所に置いておきましょう。今回はこちらのボーイング社の飛行機でルクソールに向かいます。特に遅延もありませんでした。搭乗開始が結構早かったので早めに空港にいた方が安全ですね。行きはエコノミー、帰りはビジネスクラスに搭乗する予定です。機内の乗客は結構多かったですね。座席の幅は少し狭めでした。1時間のフライトなので我慢できそうです。音楽も聴ける風になっていましたがイヤホンがないので聞くことはできません。離陸はスムーズで古い機材のガタガタ感も特にありませんでした。出発するとすぐにお水とお菓子を配ってくれました。お水はペットボトルで提供されるのが嬉しいですね。お菓子はプレッツェルで塩っ気があって結構美味しかったです。機内サービスなどないと思っていたのでいろいろもらえてよかったです。それでは1時間のフライトだったのでもう到着です。手荷物の受け取り場まではバスで移動します。エジプトエアーは神であるホルスの目があしらわれたロゴです。空港は広そうでしたが飛行機はあまり止まっていませんでした。建物が象形文字のようになっていて面白いですね。荷物は出てくるまで結構時間がかかりました。送迎タクシーを予約していたら注意が必要ですね。無事荷物を受け取り送迎ドライバーと合流しました。空港では勝手に荷物を運ぼうとする人がいますがお金を請求してくるので無視しましょう。ルクソールはウーバーが対応していません。カリームというアプリがありますがあまりドライバーの質が良くないということだったのでブッキングドットコムで予約しました。値段は1500円ぐらいでした。値段は割高の設定になっているようです。
ですがこのドライバーもひどく、15分の運転中ずっと、私は有料ドライバーだ、明日のツアーを格安で予約してあげる、空港に入るのにお金が必要だったので払え、チップをよこせと言ってきました。最終的に割高ですが1ドルのチップを支払い、それ以外は支払いませんでした。本当にうるさかったですね。次回の動画でカイロとギザをご紹介しますが、そこのウーバードライバーは特に問題ありませんでした。チップの目安をご説明しますが、ブログによっても異なるので、明確な正解はないことをご理解ください。レストランは料金の 10% 程度が目安です。参加したツアーガイドには10アメリカドルぐらいです。エジプトのトイレは空港や博物館など有料エリア以外にある公衆トイレはお金がかかる場合が多いです。博物館などで求めてきた際は支払わなくて良い場合が多いので注意しましょう。値段はお店によって決まっているので事前に料金を確認して利用しましょう。値段は5から10エジプトポンドが一般的です。タクシーのチップは良いサービスを受けた場合以外は支払わなくていいと書いてる人が多かったです。私は5から10エジプトポンドほどを渡すようにしていました。ウーバーを利用している場合は後からチップの値段を設定できるので無理に現金で支払う必要はないと思います。ホテルの部屋の掃除や荷物を運んでくれた際のチップは5から20エジプトポンドを目安に支払いました。エジプトではバクシーシといって止める者が貧しい者に施しを行うという文化があります。観光地では特にチップを求めてくる人が多いので注意しましょう。優しさなのかお金を取ろうとしているのか判断が難しいところですが、何かされたらお金がかかると思っていた方が安全です。ルクソール市内では観光客向けによく馬車が走っています。現地で乗る場合は交渉になるので注意してください。結構強引に勧誘してくる場合もあるので乗らないのであればひたすら無視しましょう。物価も簡単にご紹介します。個人商店だと値札がない場合が多いので値段を事前に確認しましょう。缶ジュースが1本25エジプトポンドぐらいでした。だいたい100円しないくらいですね。お水もだいたいそのくらいでした。正直個人商店なので外国人値段になっているかもしれませんが安かったので問題ないですね。ここの店員さんは優しく飴もサービスでくれました。値段が心配な方はスーパーなどで買うと値札があるので安心かもしれません。料理の値段などはおすすめレストランでご紹介します。注意喚起で掲載しますが、ルクソールの王家の谷付近にあるこのお土産屋さんは注意が必要です。アラバスターという石を使ったお土産を販売しているのですが、ツアーやタクシーに乗っていると強制的に連れてこられます。値札がなく結構高い値段で売りつけてくるので注意しましょう。別の YouTuber の方は買うまで店から出してもらえませんでした。私は参加したツアーで予定にないのに勝手に寄られたので何も買わずにただ見ていました。記念に購入される方は事前に相場を調べて購入しましょう。また購入する場合は偽物かどうかは判断できないので偽物でもいいやと思える気持ちで購入するといいかもしれません。それでは簡単に古代エジプトの歴史をご紹介します。古代エジプトは大きく2つの方法で区分されています。一つは王朝ごとに分けられており、マネトと呼ばれる歴史家がプトレマイオス朝時代に30の王朝に分けています。彼はどの時代に何が起こったかを記しています。もう一つは王国ごとに分けており、19世紀にプロイセンのエジプト考古学者が定めました。こちらの方が時代がざっくり分けられているので時代を把握する上で分かりやすいです。今から約5000年前の初期王朝時代にナルメル王によって初めて上エジプトと下エジプトが統一されます。ここでいう上と下はナイル川の下流か上流かなので北と南とは反対だということに注意が必要です。
その後時代は進み、古王国時代になると王様であるファラオの力が強まります。この時代にギザの三大ピラミッドが作られました。最初にクフ王、次にカフラー王、その次にメンカウラー王のピラミッドが建造されます。その後混乱期である中間期を挟みます。エジプト全体が混乱している期間がこの後各時代の間で3回ほど起こります。中王国時代は有名なファラオは少ないですが、思想や文化が整えられた時代でもあります。その後有名なファラオが多い新王国時代に入ります。この時代は黄金のマスクで有名なツタンカーメンやカデシュの戦いで有名なラメセス2世などがいます。宗教改革や周辺国への遠征など古代エジプト王国の力が強かった時代でもありますが、後半は異民族が侵入してくるなど衰退に向かっていきます。その後末期王朝を終えた後、アレキサンダー大王の東方遠征によりエジプトはその部下のプトレマイオスの支配下となります。プトレマイオス朝の最後にはエジプト最後の女王であるクレオパトラ7世が登場します。彼女はローマの初代皇帝カエサルに取り入りますが、結局はローマの支配下となり、古代エジプトの歴史は終焉を迎えます。古代エジプトと聞くと一色単にしてしまいがちですが、3000年という長い歴史があります。有名なピラミッドが建設された古王国時代とツタンカーメンなど有名な新王国時代、クレオパトラが活躍したプトレマイオス朝時代はそれぞれ1000年以上開きがあるのが驚きですね。各遺跡で有名なファラオを紹介しながら観光スポットをご案内できたらと思います。それではルクソールの観光スポットをご紹介します。今回はツアーに参加して各遺跡を巡ります。ルクソールはウーバーがないので毎回タクシーと交渉するのが大変だと思いツアーに参加しました。ツアーはピンキリで正直どのツアーが良いのかはよくわかりません。ただ値段を明確にして予約すれば現地で申し込んだ方が安いと思います。今回私が参加したツアーの回る場所はこちらです。ルクソールの主要観光スポットを押さえています。私は安全を期して日本で予約しましたが、勝手に回る場所を飛ばされたのでどちらにせよ良くなかったですね。個人的に1日ツアーを選ぶのであれば気球と周遊ツアーはそれぞれ別で予約し、1日周遊はランチもセットになったツアーがいいと思います。理由は気球が天候によってキャンセルになった場合返金対象ですが、周遊ツアーだとほとんど返金されません。またランチが値段に入っていないとぼったくりの店に連れて行かれるのでセットになっている方が無難です。特にトリップアドバイザーは返金対応を直接現地のお店とやらないといけないので実質不可能です。その点はツアーを探す際に注意しましょう。ツアーは朝の5時50分にホテルロビー集合でした。気球に乗る場合は集合時間が早朝なので注意が必要です。受付の人と WhatsApp を使って集合時間を確認します。集合時間は前日の22時過ぎにならないとわからなかったので結構辛かったですね。ルクソールは空港やホテル、カルナック神殿がある東岸と王家の谷、王妃の谷、ハトシェクスト女王祭殿がある西岸エリアに分かれます。両方は橋でもつながっていますが、今回は船で渡ります。そのためピックアップされた車で船乗り場まで向かいます。船に乗るとコーヒー、紅茶と簡単なお菓子が用意され朝食として出されました。簡易的な朝食なので自分で事前に用意しておいた方がいいかもしれません。船に乗って待っていたら衝撃的な言葉をかけられました。気球が中止になったと。ものすごく晴れているのでお客さんからはブーイングの嵐でした。理由は上空の気流が安定しないからとのことです。中止になったのであればもっと早く分かっただろうにと思いました。朝の4時30分に集められた人たちもいたようなので怒るのは当然ですね。冒頭で説明した通り
中止になった場合は少ししか返金されません。なので気球単体で申し込んだ方が全額返金されるので安全だと思います。気を取り直して観光を楽しみたいと思います。意外に朝日が差し込むナイル川を渡るのも綺麗でしたね。西岸に着くと別のスタッフと一緒に車で移動します。最初にご紹介するのはメムノンの巨像です。西岸の王家の谷近くにあります。神殿跡地にあるため無料で見学が可能です。メムノンの巨像とは2体のアメンホテプ3世の像のことです。呼び名はギリシアの伝説トロイア戦争に登場するエチオピア王メムノーンに由来します。かつてアメンホテプ3世の壮大な総祭殿の一部として建てられましたが、現在はほとんど残っていません。高さは約18メートルあり、重さは1体720トンあります。かなり巨大で迫力がありますね。アメンホテプ3世は新王国時代のファラオのため、3000年も前にこんな巨像を作っていたと思うとすごいですね。無料で見学できるので立ち寄ってみてください。続いては有名な王家の谷を訪れます。西岸エリアの郊外にありますが、市内から車で20分ほどです。入り口の前はお土産エリアになっています。ここもお土産の客引きがすごいので気をつけてください。たちの悪いナンパ師のようにしつこくついてくるので、何も反応せずガン無視するようにしましょう。購入する場合は必ず値引き交渉を行い、現地の相場感を頭に入れておくと良いでしょう。最初に言ってくる値段はかなり高値なので、交渉が苦手な方は購入は避けた方がいいです。受付で手荷物検査を行います。エジプトはどこに入るにも手荷物検査が必要です。入ると大きな王家の谷パノラマがありました。王家の谷は64基のお墓があり、24がファラオの墓だそうです。一つとして同じお墓がなく、時代によってお墓の作りが異なっています。エジプトはどこもそうですが、大人の料金は学生の倍します。今回は750エジプトポンドでした。どこも毎年値段が上がっているので、観光客には辛いですね。チケットはビザカードや現金で購入ができます。王家の谷に入るチケットで好きなお墓に3つ入れます。ただし有名なお墓は追加料金が必要なので注意が必要です。ツタンカーメンは700エジプトポンド、有名なセティ一世のお墓は2000エジプトポンドします。かなり高額ですね。エジプトは物価が安いのに観光地の値段がやたら高いので大変です。それではチケットを入り口でかざして中に入ります。チケット購入エリアから王家の谷まで行くのにマイクロバスのようなものに乗っていきます。1人に10エジプトポンドが現金で必要なので注意が必要です。歩いて向かってる人がほぼいなかったので乗らないといけないようですね。確かに距離は結構あったので歩くのは大変かもしれません。王家の谷には新王国時代の王の墓がラメセス10世まで埋葬されていました。盗掘を防ぐために分かりにくい場所に作ったのが最初ですが、最終的に多くの墓が盗掘にあってしまっています。墓は地中に掘られており、様々な形になっています。時代によって直線的だったり L 字に曲がっていたりします。追加料金が発生しないお墓でおすすめなのはトトメス3世、アメンホテプ2世のお墓は比較的壁画が残っているそうです。私はラメセス9世のお墓の中を見ました。どのツアーもガイドが墓の中までは来てくれないことが多く、絵画の意味などは分からずに見て回りました。中には古代エジプト文明らしい壁画が残されています。壁画には冥界の神であるオシリスがよく描かれています。オシリスは黒や青緑色で塗られていることが多いです。これは古代エジプトで黒は高貴な色とされていました。ナイル川が氾濫した際に
肥沃な土地を持ってきてくれるその色が黒かったからと一説では言われています。中の絵画はその王の功績や死者がどのように冥界を旅していくかが描かれていることが多いそうです。王家の谷で壁画がきれいに残っているものは少ないです。理由として盗掘にあった際に破壊されてしまったり、洪水の土砂水が侵入して壁画を破壊してしまうそうです。3000年以上前のものが色のついた壁画として残っているだけですごいですね。ミイラの多くは博物館にあるので王家の谷にはありません。ツタンカーメンのミイラだけは王家の谷にあります。墓の中にはスタッフの感じでチップを要求してくる人がいます。写真を撮ってあげる、入れない場所に入れてあげるなどと声をかけてくるので注意してください。ラメセス2世の父であるセティ1世のお墓は別料金で高額ですが、かなり綺麗な壁画が見れるそうです。他には王家の谷の近くにネフェルタリが埋葬されている王妃の谷もあります。ネフェルタリはカデシュの戦いで有名なラメセス2世の奥さんです。こちらは王家の谷以上に料金が高額だそうです。私が訪れたタイミングでは修復中で無期限の公開中止でした。訪れる際は公開しているか確認してみてください。近くにはカフェもあり休憩できるようになっていました。ツアーガイドが休んでいる場合が多かったです。値段の書いたメニュー表などはないので利用する場合は料金を確認するようにしましょう。それではツタンカーメンの応募に向かいます。応募の前にはツタンカーメン発見時の説明文がありました。ツアーガイドが1人10ドルで特別案内を行うというので参加してみたら、ネットでもわかる内容を話すだけでした。簡単にツタンカーメンのお話をご紹介したいと思います。ちなみにツタンカーメンという呼び方は日本語でしか通じず、他ではトゥトゥアンクアテンと呼ばれています。ツタンカーメン王墓はハワード・カーターによって発見されました。多くの墓が盗掘にあった後にもかかわらず、ツタンカーメンの墓は盗掘されませんでした。そのため黄金のマスクをはじめ5000点以上の副葬品や遺物が出土しています。副葬品の多くはカイロにあるエジプト考古博物館に展示されています。こちらは次回動画のカイロ・ギザ編で詳しくご紹介したいと思います。ツタンカーメンは長い間忘れられた王でした。8歳から9歳でファラオに即位し、19歳の若さで亡くなりました。それは父であるアクエンアテンが行った宗教改革が影響しています。アクエンアテンは神官たちの力が強くなってきたことに脅威を感じていました。そこでエジプトの宗教を多神教から一神教に改宗することで力を削ぎ落とそうと考えました。しかし改革はうまくいかず、ツタンカーメンの時代に多神教に戻しています。このような改革は内政に混乱をもたらし、エジプトを弱体化させました。その後、元軍人だった人がファラオの座につき、エジプトの力を取り戻していきます。彼は最も信頼のおける部下にファラオの座を譲りました。その系譜がセティ1世とラメセス2世です。彼らはエジプトを弱くしたツタンカーメン王の時代をひどく非難していました。そんな経緯からアドビスという場所にある歴代の王の名前を記した王名表にツタンカーメンの名前は残しませんでした。そのため長い間忘れられたファラオとなったのです。またお墓の場所も王家の谷の一番下の部分にあり、洪水による鉄砲水によって運ばれた土砂が溜まりやすかったことも発見が遅れた理由です。カーターは5年という歳月をかけ発掘調査を行い、ツタンカーメン王墓を発見しました。古代の小屋が上に立っていましたが、それをどかして掘り進めたところ王墓を発見したということです。強い信念がなせる技ですね。それではいよいよ中に入ります。ツタンカーメンのお墓は他の王墓に比べると比較的小さく30メートルほどしかありません。狭い階段を下に降りていきます。下の空間に着くとツタンカーメンのミイラがありました。結構生々しいですね。
黄金のマスクは写真でよく見ますが、ミイラは見ることがないので迫力がありますね。石棺の周りには壁画が描かれています。ツタンカーメンが冥界の神であるヌトの女神に挨拶を行うシーンや、オシリス神がツタンカーメンに生命力であるカーを与えているシーンが描かれています。また亡くなったツタンカーメンが太陽神となって冥界に行く最初のシーンが描かれています。実際に見ると素晴らしかったですね。事前に王家の谷やツタンカーメンについて調べてから行くとより楽しめると思います。それでは続いてハトシェクスト女王総祭殿です。先ほどの王家の谷から車で5分ほどの距離です。値段は440エジプトポンドです。ここも祭殿に向かうためにバギーに乗る必要があります。現金で購入する必要があるので注意しましょう。客に運転させるという謎のパフォーマンスを披露してくれました。ここは女性ファラオとして初めて共同統治を行ったハトシェプストのために作られた祭壇です。ハトシェプストはトトメス一世の娘です。後にエジプトのナポレオンと呼ばれるトトメス三世の義理母です。初めての女性ファラオではないですが、事実上権力を振るった最初の女性ファラオです。もともと即位する予定はなかったですが、夫のトトメス2世が早くに亡くなると幼いトトメス3世に代わり国を統治しました。自らを男性と見せるために男性の服を着たり偽のあごひげを着用していたそうです。道沿いにはスフィンクス像が置いてあったそうです。現在置いてあるものは再現されたものが置いてあるそうです。王家の谷ハトシェクスト女王総祭殿カルナック神殿は一直線でつながるようになっています。後の時代には古代のキリスト教であるコプト教の祭殿としても使用されていました。暑い中階段を登っていると体力を持っていかれますね。上部には像が並んでいましたが、壁画などはあまり残っていませんでした。祭壇の中央には小部屋があり、1年のある時期になると光が差し込むようになっているそうです。壁画は結構剥がれ落ちてしまっていますね。1階部分にはハトシェプストが攻撃を行っていた際の壁画が描かれています。ハトシェプストは征服よりも交易を活発に行っていました。船を漕いで交易品を運んでいます。ナイル川にはいないイカなどが描かれており、紅海沿岸地域と交流していたことがわかります。また別の場所ではハトシェプストがいかにしてファラオとしての正当性があるのかを壁画で説明しています。神であるアモンナーがハトシェプストの父トトメス一世に変身し、母であるイアフメスと結びついて生まれたのがハトシェプストだという物語が描かれています。しかしハトシェプストの肖像や名前は削り取られています。これは後に即位したトトメス3世が今後女性のファラオを認めないという思想のもと削り取ったとされています。ハトシェプストは交易で木々なども持ち帰らせ、総祭殿の周りに植林していたそうです。ここにも休憩所がありましたが、メニューなどはなかったので注意が必要ですね。王家の谷同様、お土産エリアもありましたが、購入する際は注意してください。女王総祭殿は巨大なため、遠くから見ると圧巻ですが、壁画などは少し少なめですね。ここもハトシェクスト女王について学んでから来ると、より楽しめると思います。続いては、カルナック神殿です。先ほどの西岸エリアから場所が変わり、東岸エリアにあります。入り口付近にあるチケットセンターでチケットを購入します。値段は大人1人600エジプトポンドです。チケット売り場の近くにはお土産店がありました。ここも入る際に手荷物検査を行います。ビジターセンターのような場所には
儀式の時に使われた神輿のレプリカなどがありました。カルナック神殿はかなり巨大で、2000年の間重要な儀式の場所であったため、増改築が繰り返されました。神殿を中心に長さは 1.5km にも及びます。後ほど紹介するルクソール神殿とはスフィンクス街道でつながっていたそうです。中は広く、全部見ると時間がかかるので、今回は中心部のみ見学します。中心部が一番メインで見どころがあるので十分だと思います。ちなみにここにあるスフィンクスの頭は羊の顔をしています。それはこの神殿の最高神アメン神、後に太陽の神であるラーと融合しアメンラーとなる神の顔が羊だからです。体は力の象徴であるライオンが合わさっているそうです。古代エジプトでは頭が重要で、体は付属品といった考えでした。頭が神様の壁画が多いのはそのためなんですね。先ほどから登場するラメセス2世もこの神殿の増築に関わっています。彼は67年間の長い統治の中でさまざまな建物を建造しています。カルナック神殿の中心部は彼が王座に就いた時にはほとんど完成していました。ですが壁画などには自分が建造したことにして名前などを刻んでいます。彼はよく名前の書き換えを行い自分の名前を刻んでいたそうです。大列柱室には134本の柱があり、荘厳な空間を作り出しています。柱には多くの象形文字が刻まれています。柱は上部が開いている開花式パピルス柱と閉じている閉花式パピルス柱の2種類があります。開花式は当時から天井がなく、閉花式の柱の上には天井があったそうです。古代エジプトで用いられた建築様式だそうです。奥に進むと小部屋があり、儀式で使われていた神輿がここに収められていました。スフィンクス街道を通ってここまで運ばれてきたそうです。近くには大スカラベ像があり、ここを半時計回りに3回回ると願いが叶い、7回回るとカルナック神殿に再び戻ってこれるそうです。せっかくなので私も回ってみました。願いが叶うといいですね。神殿の一部では一定の時間、光が差し込むように設計されている部屋もありました。太陽信仰が強かった古代エジプトでは部屋にうまく光が差し込むように設計されている場所が多いです。確かに神秘的なものを感じますね。それではカルナック神殿を後にしてルクソール神殿を訪れたいと思います。ルクソール神殿とカルナック神殿は夜ライトアップされます。今回はルクソール神殿を夜に訪れ、ライトアップされた姿を見たいと思います。こちらがルクソール神殿の入り口です。ルクソール神殿は夜ライトアップされるので、可能であれば日暮れから夜に訪れるのがおすすめです。場所はルクソールの西岸中央に位置し、カルナック神殿から車で5分ほどの距離です。料金は500エジプトポンドでした。ここにはお土産エリアのようなものはなく、露店と売店がありました。こちらがルクソール神殿の正面です。かなり巨大な神殿ですね。ルクソール神殿もアメン神を司っており、ファラオの戴冠式などが行われていたそうです。正面にあるオベリスクはラメセス2世が建てました。もともと2本ありましたが、1本は後のムハンマド・アリーの時代にフランスへ寄贈されています。当時は外交の道具として古代エジプトの遺産が使われていたそうです。先ほどラメセス2世は他の王の名前を削って自分のものにしたとお伝えしたのですが、自身が建てたものは削り取られないようにオベリスクの底に刻んでいたそうです。ライトアップされるとまた違った幻想的な雰囲気を見ることができますね。後のローマ時代になるとここは城塞としても利用されていたそうです。ローマ時代の壁画が残っています。近年ルクソール神殿の地下からファラオ像が大量に見つかりました。ローマの城塞として使う際にファラオ信仰が残っているとまずいが、
破壊してしまうと反発を招く恐れがあったので、地下に埋めたのではないかと言われています。神殿内はライトアップされて幻想的な雰囲気になっていますね。色などは落ちてしまっていますが、壁画なども残っています。文字で細かく記録されていたことで、現代に当時の様子が伝わっていることを考えると、感慨深いものがありますね。神殿は奥に行けば行くほど、光が入りにくい構造になっていたそうです。暗闇は、世界ができた際の混沌の世界を表現していると言われているそうです。ライトアップの光も結構明るいので、遺跡も見やすかったです。巨大な建物の中を歩くと、まるでタイムスリップしたようですね。先ほどの神殿正面には、分かりにくいですが、ラメセス2世のカデシュの戦いが描かれています。先ほどご紹介したオベリスクは、かなり巨大ですね。これをフランスに出荷したというのが、またすごいです。こんな巨大なものをどうやってフランスまで運んだんでしょうね。スフィンクス街道はルクソール神殿にもあり、当時はカルナック神殿まで続いていました。暗くなってしまって分かりにくいですが、儀式の時に使われていた神輿の模型も置いてありました。幻想的な雰囲気を味わえるので、ライトアップのタイミングで訪れてみてください。ルクソールの観光は自分で回ろうと思うと結構大変です。ツアーで回った方が楽ですが、そのツアーで揉めることも珍しくないので、気持ちにゆとりを持って観光した方がいいかもしれませんね。ただカイロやギザでは味わえない神殿や遺跡を見ることができるので、人生で一度は訪れたい場所だと思います。それでは続いて、ルクソールのおすすめレストランをご紹介します。最初にご紹介するのは、発音が合っているかわからないですが、スノブズレストランです。ルクソールの東岸にあるお店です。ルクソール神殿から歩いて15分ほどです。お店の中は清潔感があり、広々していました。エジプトは暑いせいもあり、夜に人通りが多くなっていたので、私が訪れたタイミングではお店も空いていました。観光客の方も結構利用していましたね。メニューには、エジプトではおなじみの料理が並んでいました。値段も、メイン料理が高くて425エジプトポンドぐらいだったので、ちょうどいいですね。エジプトの物価を考えると少し高めですが、清潔さを求めるのであれば妥当な金額感です。高いお店だと700エジプトポンドほどするので、十分かと思います。エジプトはイスラム圏なので、街中のレストランにお酒は置いてありませんでした。私はレモネードを頼みたいと思います。こちらのレモネードは、かなり酸っぱいジュースに自分でシロップを混ぜて飲みます。甘さを調整できるのはいいですが、入れないとかなり酸っぱいですね。友人はノンアルコールのビールを注文していました。味はビールと思って飲むと少し違う気もしますが、これはこれで美味しかったと思います。お店は英語メニューもあったので、注文しやすかったです。お店の人もフレンドリーで話しやすかったです。特に何かを押し売りしてくることもなかったので、ゆっくり選ぶことができました。今回は、レンズ豆のスープ、ターメイやフムスなどを注文しました。メインでケバブも注文しました。見た目以上にお肉がボリューミーでした。レンズ豆のスープはニンニクが効いていて、とても美味しかったです。多分エジプト旅行中に食べたスープの中で一番美味しかったですね。皆さんも訪れたら注文してみてください。フムスは豆をペースト状にして味付けしたものです。パンをつけて食べるそうです。味はナスの風味が強かったですね。ターメイヤは空豆のコロッケのようなものです。エジプトでは一般的な料理です。いろんな具材と一緒にパンに挟んで食べるようです。屋台のお店だと100円ぐらいで販売してるみたいですね。こちらはオリエンタルミックスグリルだったと思います。チャーハンのようなご飯に鶏肉と野菜を煮詰めたものをかけて食べます。これも結構美味しく、
かなりおすすめですね。正直エジプト料理は想像がつかなかったので、どれも美味しく意外な発見でした。最後にターキッシュコーヒーを注文しました。熱い砂で温めて煮出すコーヒーです。オムアリというエジプトの伝統的なデザートも注文しました。パンプティングのようなもので、上にクリームが乗っています。どのお店にもあるような有名なデザートなので、エジプトに来たら食べてみてください。お店の料理は全体的に味も美味しく、値段も安めなので、よかったら訪れてみてください。続いては綺麗なナイル川を見渡せるお店です。お店はルクソール神殿近くのナイル川沿いにあります。レストラン、エルカバブジールクソールは、ナイル川を見ながらゆっくり食事や休憩をとることができます。お店は吹き抜けになっていて、広々していました。値段も安めで、軽食からがっつりした料理まで、いろいろありました。今回もフムスとサラダを注文しました。一緒にサンドイッチを注文したのですが、トルティーヤのようなものが出てきました。これはこれで美味しかったです。ルクソール神殿近くなので、休憩がてら立ち寄ってもいいかもしれませんね。料理も美味しかったです。口コミの評価も高く、観光客の方も多く利用されていましたね。景色もすごく綺麗でした。ちょうど夕日の時間帯だったので、ナイル川といい感じの景色が見れました。ナイル川ではフェラッカと呼ばれる伝統的な木造の帆船にも乗ることができます。記念に乗るのもいいかもしれませんね。この船も客引きがかなり多いので、その点だけ注意してください。エジプトは物価が安いので、料理も安いですが、ぼったくりのお店もあるので、注文前に必ず値段を確認しましょう。また頼んでないものが来た場合は、手をつける前に何かを確認しましょう。今回宿泊したホテルも簡単にご紹介します。シュタイゲンベルガーナイルホテルという宿に宿泊しました。ホテルからはナイル川を見ることができますが、部屋から見る場合は値段が高くなります。全体的にホテル内は綺麗で、部屋も綺麗でした。お水は毎日2本補充されていました。浴室は綺麗でしたが、シャワーの水圧は弱かったです。部屋のテラスから中庭のライブ会場を見ることができたのですが、夜遅くまで音楽ライブをやっているので、結構うるさかったです。出発時間が早いことが多かったので、辛かったですね。それとホテル内に飲食物の持ち込みが禁止という謎ルールがありました。ルクソール神殿までは歩いて20分ほどかかるので、少し遠いのも移動が大変でした。それではルクソール空港を紹介します。空港まではタクシーで向かいました。早朝だったので、1900円で値段が少し上がっていました。行きと違って帰りだったので、強く勧誘を受けることはありませんでした。毎回運転手から勧誘がなければ、自分たちでタクシーで回れるんですかね。ルクソールの空港は2回検査があり、2回目は結構細かく検査されました。何回も金属探知機を通らされたので、少し大変でした。中に入ると、簡単なカフェとお土産ショップがありました。お土産ショップの中には、器やお皿が置いてありました。空港のお土産ショップも値段が書いていなかったので、購入するのは大変そうですね。中には簡単なカフェやキッズスペースなどがありました。自動販売機の中には、スナック菓子や飲み物が販売していました。プライオリティパスで利用できるラウンジもありました。せっかくなので利用したいと思います。中はかなり狭く、部屋の3分の1に飲食物があり、残りのスペースが座席になっていました。飲食物の種類は結構あり、フルーツ、ケーキ類がありました。お水やジュースもありますね。コーヒー類もあり、菓子パン類は種類が多かったですね。
ホットミールは卵やマッシュドポテト、豆のスープなどがありました。冷凍ピザみたいなのもありました。料理は自由に取ることができず、係の人がよそうシステムでした。考えながら自分の好きなものを取れなかったので、自分でよそえるシステムが良かったですね。おかわりもしにくかったです。席数も少なく、あまりゆっくりできる環境ではないですが、お腹を満たすには十分だと思います。それでは搭乗開始です。ビジネスクラスの場合は、優先して搭乗ができます。飛行機まではバスに乗って移動します。私はビジネスクラスでチケットを取っていたのですが、その自覚がなく、普通に並んでしまいました。出発直前まで飛行機に燃料を入れてました。日本ではあまり見ない光景ですね。ビジネスクラスの席は結構広々していますね。前の座席にはイヤホンとお水がありました。お水は1リットルでかなり大容量ですね。座席の幅もかなりあり、足はのびのび伸ばせました。ルクソール空港はあまり飛行機が駐機していませんね。搭乗するとおしぼりを渡されました。一緒にウェルカムドリンクも提供され、オレンジジュースなど3種類ぐらいから選べました。安全のビデオは小さい画面で紹介されていました。それでは離陸します。ルクソールを上から見ると建物は少ないですね。農地なども広がっているみたいです。離陸してからしばらくすると機内食が出ました。機内食が出ると思っていなかったのでびっくりですね。チーズとサーモンのサンドウィッチ、チョコレートケーキが提供されました。味は結構美味しく、パンもパサパサじゃなかったですね。2種類もあったので朝食には十分な量でした。チョコレートケーキの上にはオレオが乗っていてかなり美味しかったですね。ケーキのクオリティはかなり高かったです。正直エジプト航空の機内食は全く期待してませんでしたが、結構美味しかったですね。値段は通常の価格にプラス13,000円前後です。1時間のフライトなので無理して課金しなくてもいいと思いますが、せっかくならビジネスクラスも体験してみてください。しばらくするとカイロの街並みが見えてきました。そろそろ着陸です。1時間なのであっという間でしたね。カイロ空港も建物までの移動はマイクロバスでした。ビジネスクラス搭乗者を乗せるとバスは優先的に出発しました。ターミナルに到着するとすぐ近くに荷物が出てくるエリアがありました。荷物はすぐには出てきませんでしたが、レーンが動き出すとビジネスクラスの荷物が優先的に出されました。急いでいる時は便利でいいですね。それでは Uber を呼んでカイロ市内に向かいたいと思います。そちらの様子は次回動画でご紹介します。それでは今回のルクソール観光編いかがだったでしょうか。カイロやギザと違った遺跡を見れる場所なので一度は訪れていただきたい都市ですね。次回はカイロとギザの観光地をご紹介するのでそちらも合わせて確認してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。